どうも蜷川紅チャンネルですということで、今回は、白熊氏がご飯を作ってくれました。今回もどうぞパフパフ。流行っとんねんこれ。うちらのブーム。はい、それ何？これあれじゃん、タリオリー。わかんない、パスタ。なんかわかんない、パスタ。パスタがわかんない。サーモンパスタ。とキムチチャーハンと餃子好きやな、餃子。じゃああとはもうなんか言うてなんかつまみ系。はい、もうあとはもうなんかどんどんつまんでいきたいと思います。っていうかなんか今日はあれでしょ、また Q&A を。そう Q&A をちょっと募集してますね。お疲れ様です。じゃあはい、お疲れ様。お疲れ様です。お酒いただきます。ずーっと飲んでる。ちょっと食べてからゼロか飲んでるわ。お腹すいな。キムチちょっと入れました。おいしい。今回は YouTube スタッフに何か質問ありますっていう Q&A ですよね。スタッフサイドさんへのから見たベニュちゃんなどを答えていきたいと思います。白熊氏とかなちゃんで。でパッと見た感じね、結構質問かぶってるのと、あと白熊氏に質問が多い気がする。似たような質問やけど、あれちゃう、謎のベールに包まれてるんちゃう。顔出さんし、なんかタリオリーニってきしめんみたいで美味しくない？美味しいね。タリオリーニって平打ち麺ってことなんかなっていう意味？タリオリーニって何？タリオリーニ、これが。じゃあ行くよ。かなさんはどうやってベニさんとお知り合いになったのですか？だからもう全然 YouTube 見てくれてない人が多すぎて悲しい。もうさ YouTube 再始動しましたっていう時にさこのスタッフで行きますって言って、その時にスタッフ紹介とかやってるんですよね。その時にこのかなちゃんとの出会いとかを話してた気がするの。気のせい。話してる。かなちゃんはもう一回言うで、もうじゃあもう、そもそもだから出会った時は中学の時で、で私がかなちゃんの方が先に東京に行ってて、で私が遅れて東京来た時に早朝にかなちゃんを呼び出してモスバーガーで再会しました。はい、迎えに行きました。高校も別々やったんですけど、高校の時もなんじゃかんじゃで、ほんまに高校別々やだってプリクラとかめっちゃあるやん。遠近転勤で京都に円町っていうところがあるんですけど、そこにゲーセンがあって、そこがなんか中学生の高校生のたまり場みたいな。プリクラ撮りまくってた。そうプリクラ今ないの？あるよ。あるんだ。ある全然出せへんけど、ここにバーンって出るじゃん。ちょっとまんじみたいな感じだから。やめよう、ギャルやん。白熊市は何者？ある日突然私に物件の紙持ってきて、みんなでシェアハウスやりませんかっていうのが第一声、初めて私に声かけてきたのがそれ。何この人って思った。同じ志を目指す者同士でシェアしませんかって言って物件の紙見してきたんですよ。でも当時若手の起業を目指す人たちのセミナーとか勉強会とかそういうのに出てて、そこで知り合いました。2人に質問。ベニちゃんの第一印象。深そうだった。目がギラギラしてたとこが記憶なかった。うち YouTube で言ってるけどファービー第一印象。また出さなあかんやん。あれもう見てってだからもう出すのめんどくさいで見てください。もうやってんねんそのくだりも。白熊市は顔出ししないんですか？しません。それなんで？仕事に影響するからじゃないの？あ、そう、白熊市何の仕事してるんですかもあったね。自営業です。会社も持ってない？やっとんね。会社持ってます。会社もバリバリ稼いでますから。稼ぎたいな、もっと。白熊市はね、こう見えてどぎついんで結構金には。彼女はいますか？彼氏はいますか？なんでそんなさ、なんか昔のさ中学生のさ、なんかなんか〇〇くんがさ好きって言ってるでみたいなさあったな。それそういうやつ。あれなんなん？知らん、自分で言えよって思わへん。でそれ聞いてどうしたらいいの？へえじゃないらしいで。でやない。そうそうそう。なんなんあれ意味わからんねんけど。かなちゃんのこと好きらしいで。
アホやろ、気ぃつけなあかんやん。どう思ったんその時も。はあって感じ。結局その後な、いい感じになってたらしい。なってないなってない。なったの？時間をかけて付き合ったって感じ。その作詞だね、その人。あ、でも全然もうそれは関係ないの。多分そこがポイントとかではないでしょ。全然関係ない。えってそんな遠回しにってで遠思った回しになったからそんなことになったんよ。あ、そっか。で結局すぐ忘れたし、忘れたっていうか別れたし。忘れたってか。いや嫌よね、その友達自体に伝えてくるとかな。言いたいことがあるんならちゃんと言ってほしい。誰に怒ってんの？なこれ。彼女はいるんですか？いません。悪い男。私は彼氏いるいないを言いたくありません。なぜなら付き合った別れた報告しないといけないから。一回言うと彼氏どうしたんですかとか言われるのがだるいから。じゃあ私みたいに一生好きな人いるって言っとけばいいよ。それもあったで。スキピいますか？スキピ。あ、スキピはいる。メイちゃんはスキピ一生いるから。一生いる。いいひんかった時なんてない。私もスキピいなかった時ないです。好きな食べ物は皆さん答えましょうか。何でも好き。食いしん坊白熊しやからな。嫌いなものあんまないよね。私も基本的に何でも好きやけど。嫌いなもの何にもないよね。私もすき焼き。何でも好き。あ、すき焼き好き。私すき焼きご飯に合うものとかお酒に合うもの好きで、しょっぱいのとか好きです。白熊市何歳ですか？ベニさんより上です。そうですね。3人は同い年ですかっていう質問もあったな。あ、ベニさんより上です。白熊市はね、ちょっとお兄さん。ちょっとお兄さんですね。白熊市はなぜその名前になったんですか？これはベニさんのアイディアです。違うって。え？私そんなこと一言も言ってないって。あるよ。何にするって、その名前何にするって言ったら白熊がいいって言って自分の意思で言ったよ。あ、白熊市は。そうだ。なんかもうもう嫌ーもうなこんなんばっかり。高校の時の親友がつけてくれました。そうなんや。なんで？あ、色が白いから。そうそう、色々だから。熊みたいなやつ。クマみたいな後付けだよね、ベニさんの。白熊市ダイエットの調子はどうでしょうか？順調にちょっとずつ落ちてきてます。ほんま？でもこの前白熊市んち行ったらこれやんな。これ。あ、じゃあそれはね、これ。これのマシーンがもう家にこれあった。ラットプルダウン。あ、でもカナやってたやつ、わさびさんちでモニタリングでエロい服着てやってたやつ。わさびさんに影響されて。かなさん、白熊市の初対面の印象を聞きたいです。別に覚えてない。別に初めまして。嫌いなん？白熊市のこと嫌いなん？全然嫌いじゃないよ。嫌いな人と一緒に仕事しへん。そうやな。カナそうやな。ベニちゃんに直してほしいところはありますか？いいんやで、正直に言って。もうちょっと優しく接してもらえると。それ一生言ってるよ。分からんけど、なんか言い方とかがさ「何々なんだもん」みたいな感じで言うからはって。だってとか言うやん、白熊市って。なんやろな、これ関西の地なんかな。いや、分からない。でも標準語がやっぱり可愛いらしいやん、喋り方がちょっと。しかも特に白熊市の言い方が可愛いんかな、なんか多分。でもなんとかだもん。やってたじゃん。なんか。は？平和でいこうよ。平和でいこうよ。かなちゃん身長いくつですか？162センチです。大きい。大きい。縦長。ベニちゃんに生まれ変わったら何がしたいですか？もうちょっと外出るかな。もっと活動的になりそうな。私ももうちょっと活動的になるかな。もっと外になんかそう使いこなせてないというか、なんか持ち腐れやすいよね。そう持ち腐れ。なんかゲームにハイスペックなキャラがあるけど、自分が未熟だからあんまり使いこなせてないみたいな。iPhone すごいのに LINE しか使わへん人みたいな。もっといろいろ使えるのに。ベニさんのこれだけはやめてほしいってことがあれば教えてください。言えないよね。メンタルがむちゃくちゃ弱い。勝手にやむところ。しかもさ、絶対定期的に来るからな。もうその何々が理由
とかじゃないもん。うんもうん、なんか理由があったらいいんですよ。や出てくるのやることに後付けやから対してあこれは大変やったねって思ったんやけど確かになんかこういうことを聞いてしまってこの人は私のことを嫌いなんじゃなかったか意外もなんでそんな発想になるのっていうのが多すぎてそれはどうにかした方がいいと思う。あとはそんな君には幸せになるお願いしまマジお願いしますす。似たような質問でベニさんと長い付き合いだがここが許せないっていうところありますか？だから放送できないやつでしょ。うんいいよ言っとけ。P 入るからピやな。これわかんない私は真夜中の突然の電話が23時間とかはいついあごめん待って言えるのあったわ。話聞いてない。ちゃうねん全然なんていうかな入ってこうへんねん言ってることいつも昔からそうなんか私通訳するのよ。なんかここの2人になりたい。でそうなんかなんか多分コミュニケーションの相性悪いねんな、なんか言ってる意味が分からへんっていうかなんか分からんから途中からもう聞いてないとかよくある、よく通訳してるもんな、なんかだからなんかだからこういうことやろみたいな、要はみたいな。そうつってあ、かなちゃんベニちゃんとの喧嘩で一番記憶に残っていることは？喧嘩する？喧嘩したことなでもさ別に言いたいこと言ってるもんい、な、言いたいこと言ってるけどその喧嘩にならない。だからその確かに余計ななんかそのブスデブ死ねとかちょっと待ってなんか今みんな聞いたいや別にブスでもデブでもないし、びっくりした今、びっくりしたそう思ってたんと思って違うじゃあ喧嘩ってそういうこと余計なこと言うからさはい。だから感情的にな感情的になって言わんでいいこと言って、うん関係ないやんっていう話するから揉めるのであって別にあなんかそれはないかもね。ない全くない。別に罵倒したことないもん。罵倒とかないでもなんかカナの性格上なんか絶対こうなりがちとかはあるし私の性格上こうなりがちとかあるけど、なんか別にいつもの通常運転だしそうわーって言う時あるけど、でどうしようみたいな感じ。建設的よね会話が。なんかそうなんかあんまりなんやろな生産性のない話嫌いやから、まだ今日遅刻してきたみたいなぐらいそうでもでもヘラヘラしてるし別にごめんごめん、でへっつってちょっとおい餃子していい？確かにでーって言ってるな、いいじゃん。ちょっでーと餃子焼くわ。なんかもう許してるよね。だからそのうんもろもろ結構そういうのあるよ。もう嫌なとこもさ好きなとこも含めてもうだってもうなんかどうせ紅やしみたいなとここあるういう人間やなねこの人は。それ分かった上で付き合ってるんで別に、そういうとこあるよねーで終わる。ねこれと言ってって感じかな。なんか許せへんことある？ベニちゃんに許せへんこと白熊市の方が許してんじゃない？いろいろ私以上に。話聞いて。だからそれはやっぱ翻訳ツール違うからちょっとカナ挟まんと無理。話聞いてほしいな。だって言ってる意味分からへんやもん。結構優しく言ってるよ。優しさの問題もうだこういうとこやなかなちゃんかなり感銘受けました。まだ若いのになぜそこまで達観できたのか気になります。そんな若くないんですけど、いっぱい本読んでるしいっぱいいろんななんかあれよ努力家ですよ。なんかいろんな人の話聞いて、いなろんな人の人生観に興味がある。興味ないけどなんか聞いて聞いてなんかそういうこともあるんやみたいな情報めちゃめちゃ多いですね。情報量別に達観してるわけではないです、頭だけ発達してて心がついてきてなくて苦しいって感じ、なんか自分のことじゃないのに自分のことのように受け止めて、私やったらこうするとか考える人に考える。でもそれだけやったらあかんなって最近思って、人って全然違うから価値観が、だから私はこう考えるけどでもこの人はこう考えてる可能性があるなとか、なんかいろんな私やったらこうするけどこの人の性格やったらこうするよなとか、だってベニちゃんやったらこうするやんみたいな、でも白熊氏はこうするやんみたいな、なんかこういろんな人のあれをしてます。でもそれを否定はなんかしいひんまあみんな違うよね。外国の方多い。好きなおにぎりの具は明太子、酒、明太子、たらこ。何でも美味しい。なんか選びや。煮卵。いいね。めっちゃ嬉しい質問。どうしてそんなにかなさんは綺麗なのですか？言ったって。ありがとうありがとローラ
でも美容オタクですね。うんめちゃくちゃ危な。何してんの？なんだっ声ちっちゃすぎて入ってないね、マイクの近くに。普通に喋ってちょうどいいぐらい追い餃子ない。なんかやっぱねめっちゃフォルムにうるさいほんまにうるさい。なんかこのフォルムに可愛い子が好き。ちゃんとそういうの意識してる人じゃないといいやな。ああ、清潔感があるって一緒の男の子で言う。そうそうそう、清潔感、なんか清潔感。清潔感とか、重要いや、努力してる人が好きって感じ。あと私恋愛モチベですよ、昔から。何恋愛モチベ。何恋愛モチベって。で基本的にスキッピがいるから、あなんかその人に可愛いって思ってほしいとかああ、が多分目覚可愛いめたきっかけ。箱根の時も言ってたもんね。言ったっけ？なんか学校行く時にもうメイク完璧で行ってる。ああ、そう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 。スキピにスキピに基本じゃあもうスキピ意識なんやそこは。スキピ意識。その毎日スキピに甘いやんそんな。じゃあ合わんから、なんか前に会った時よりも可愛くなったって思っててほしいっていうのでずっとやってきた。しんどないもうそんなんもう気抜けへんやん、常にアップデートを。そう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 。なんか会うたびにちょっと老けたなって思われたくないから会うたびにどんどんちょっとなーってすっぴんでも可愛いって言ってほしいから、すっぴんも可愛くする努力するしって感じ。いやすっぴんちゃうやんもうそんなもうすっぴんでもまかなあかんやんもういや、すっぴんの時はすっぴんよ。髪の毛もストレートですじゃあ最後、ベニさんって怖いもの知らずな感じなのだけど、怖がってる時のベニさんってどんな感じなんですか？いやいや、怖いものしかないんじゃない常に何かになんでそんなん怖がってんのっていう。実在しいひんものに怯えてることが多いよな基本起こってもないことに対してビビってることの確率がかなり高い、でもその代わり危機回避能力半端ないよ。だからそれが現実になったことは基本ない。だから想像してることが。いやだから絶対ないよっていうこと考えるから、もう最初から考えへんかったらやまへんのに考えてやんで結局何もなかったやろうんって終わるから、何これってなるアメリカのなんだかわかんないよそうね。あとはなんかびっくりすると旗が豆鉄砲食らった顔になる。フリーズ大きい音とかそのきつい言葉とかそういうのにすっごく敏感で、なんかフリーズしちゃうんですよ、ビクッってなって何今のだから多分なんか処理が追いつかへん、もう今の一言何やったんやろ。何何やったやろってちょっとパニックになる。困ったことありますかとか、困ってることしかないしなじゃあいっかもそうだね、困ってることしかないね。なんかあるかな。メンタルが崖っぷちになった時の対処法を教えてくださあネットフリックスと酒。白熊市お酒好きなんですよ、な最近は寝れるようになったよ。い。そうなんや。寝れるようになったん、お酒なくても。最近寝んの早くない？なんか寝るのが早いのか海底にいるのか、突然 LINE のがな繋がらんようになる時あるから、基本うちらずっと営業してるからさ潜ったな言うて、母ちゃんも飲むからな。でも飲んでも解決しへんから。そうなのよねなんか起こった事実は変わらないと受け止めて、変わらんな。で今あること全部書き出して状況整理して対処法を考えるしかなくない？であとそれをどう受け止めるかそっかって受け止めて、あまり悲観せずに考えるようにしてます。そうですね。でも全然メンタル弱くないです。頭では分かってても感情ついてこないとか全然あります。人間なんで。みんな人間だもの。はい。しょうがない。強くいきましょう、皆さん。みんなで迷惑かけて、母ちゃんも。もうなんか人に迷惑かけたくないもん、なんかベニちゃんの。かけていいねんね。いい、かけられへん。俺も結局自己処理がいいな。いいねんね、みんな協力して生きていこう、支え合って。はい、と申しております、うちのお嬢様が。
ということで、もうなんか結構喋ったね、結構喋ったね。ということで、じゃあ引き続きちょっとお酒とおつまみといきながら、今日はこんな感じで終わりたいかなと思います。スタッフに質問、Q&A コーナーでした。ということで、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ニヌガーベニチャンネルでした。バイバーイ。